どうもこんにちは。岡本です。やってまいりました。軽井沢に。今回からちょっと新企画始まりまして、9クエストっていう、9つのクエスチョンズ、質問を通して冒険談を聞いていこうという企画なんですけど、人生ってこう、ゲームとかと似てて、いろんな、冒険だったり、失敗もあれば、いろんなイベントがあると思っていて、今日はそんな、いろんな冒険をしてきた一人の人をお呼びして、その冒険談を聞いていければなと思ってます。では、早速お呼びいたしましょう。しょうやくん。はい、ということで、こんにちは。こんにちは。久しぶりです。いや、お久しぶりですね。マジで、本当。しかもこの軽井沢で会うのとかめちゃめちゃ久しぶりじゃん。軽井沢で会うのは多分、8年、7年ぶりぐらい。8年ぶりか。すごいね。いや、ありがとうございます。この新企画に呼んでいただきまして。そう、じゃあちょっと早速、ご存知の方も多いと思うんですけど、ご職業、自己紹介お願いしていいですか？音楽家の上村翔平です。どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。実を言うとね、昨日からちょっと軽井沢満喫してたんですけど。そうですね。これ NG。はい、サウナとか入ったりね。サウナとか入ったり。実はタカ君とも会ったりしてね。あ、それも全部 C で。はい。でも本当に懐かしい場所だったり、これから何がしたいとか、そういう熱い話もしたりとか、本当すごいいい夜を過ごして、今日迎えたわけですけども。今日ってわけですね。今日はちょっと、翔平くんのパーソナルミュージック。パーソナルミュージック。翔平くん、もちろん音楽家としてこうずっと活動されてるんですけど、ここ4年ぐらいですか？そうですね、4年ぐらいやってますね。パーソナルミュージックがどういうものかっていうのも聞いていきたいなと思うんですけど、簡単に僕の方から説明させてもらうと、もう依頼をね、いろんな人から受けて、1対1で人と向き合って、その人の人生だったり、そういうものを曲にしてお渡しするっていう、素敵な企画をされてまして、今日ちょっと普段の活動のお手伝いを僕がさせてもらいながら、ぜひちょっと翔平くんのパーソナルミュージックっていうこの仕事なのか、この翔平くんの生き様についてをちょっと聞いていけたらなと思ってます。ぜひ。もう今日一緒にしてくれるんですよね。はい、パーソナルミュージックの本当アシスタントみたいな感じで一日お手伝いしながらちょっとインタビューさせていただければと思うので、お願いします。よろしくお願いします。今日のクエスト、パーソナルミュージシャンアシスタントとして、今日はクエストを行っていきたいと思います。お願いします。早速ですけど、この冒険というか、本当冒険だよね、仕事というか、このパーソナルミュージックを始めたきっかけって何だったんですか？きっかけね、もともとその3っていうバンドやってて、その自己表現というか、自分が書いた音楽を世の中の人に知ってほしいとか聴いてほしいみたいな感じでやってたんだけど、時代的にというか、もう一回自分の深い部分に入る瞬間ってやっぱ人それぞれあるじゃん。そういうタイミングってある中で、で、もちろんその人の話聞いたりするのも好きだし、もっとその一人一人に音楽を作っていくことによって、より深いところに自分の音楽ってものをアプローチできたら次は面白いんじゃないかなとか、一緒に上京してきた友達とか、音楽やってるやつらとかが、ちょっとそういう一本化された芸能の中では戦えずにというか、生き残れずに、地元に帰ったりとかしてる瞬間を見たりしていく中で、地元に帰った才能あるミュージシャンとかも、地元の人たちとか町の人たちに音楽を作るような活動をしていけば、一生できるじゃん、音楽が。その売れるための音楽もめちゃめちゃいいんだけど、その人だけに作り続けていく活動ができれば、才能を捨て去ることなく生かせるじゃん。そういうことも考えて、じゃあパーソナルミュージックってものを始めてみようかなっていうのが一つきっかけだったかな。めちゃめちゃ真面目な話すると、最初からめちゃくちゃ構想してたというか、そう、本当1年2年ぐらいは始める前構想を練って、もちろん金額感とかさ、いろいろ練ったりして、で一回地元に帰ったんよ、熊本に。ありましたね。
地元の廃校になった場所があるんだけど、母校に帰って、その母校っていうのが自分が音楽を目指すきっかけというか、小学校でしょ。そう、小学校、の体育館に1台のピアノがあったんや、1ヶ月間ぐらいちょっとピアノと向き合ってみようかなと思って向き合っていく中で、今だと思ってパーソナルミュージック始めたって感じ。メインストリームじゃない、もう一つのなんか音楽の可能性みたいな、まさにそうだね。まあ僕個人でそのパーソナルミュージックに近いものって聞いたことなかったんで、マジ新しいジャンルじゃないですけど、音楽のジャンルではないし、でも音楽のあり方、本当そうだね、あり方だね、確かに。の新しい枠組みみたいなのを構想して作ってるみたいな感じですね。そうそうそう。もともとじゃあ音楽以外の絵とか、アートとかはたった一人のために作ったりとかする文化ってもうあるじゃん。一枚作ってそれをそのままその人に全部渡す。なんかそういったものを音楽でもできたらもっと面白いんじゃないかなと思って今回始めたっていう感じかな。本当そう、あり方かも、新しいあり方。それがじゃあこの冒険のクエストスタート、クエストスタートだったでしたね。今日もね、でも本当やっぱ嬉しいことに、パーソナルミュージック始めたじゃん。やっぱそのきっかけがやっぱそのテラスハウスでいろんな人の話を聞いたりとかしてる時に、その視聴者の人に気づかされたわけよ、それが得意って。だからコメントとかで「その翔平さん話聞いたりするのうまいっすね」とか言ってくれたことによって、その話聞くことと音楽を合わせると面白いかもって思えたから、そのルーツとなる場所でパーソナルミュージックを今回作れるというか、ことがすっごい嬉しい。本当に。でもやっぱ確かに翔平君がパーソナルミュージック始めたみたいなのを聞いた時に、なんかそれ翔平君に超ぴったりだなというか、翔平君しかできないんじゃねとか最初思ってて、嬉しい。腑に落ちてくれたみたいな。やっぱりなんか翔平君ならそれできるねみたいな。なんかすごい納得感ありましたよ。マジで。いや、ありがとうございます。ちょっと次の質問なんですけど、このパーソナルミュージック今多分始めて4年ぐらいですよね。4年目。そうね、4年目だね。これまで350曲。そうで、それから数えたのが去年ぐらいだから、多分500ぐらいはいってるかも。その500名様ではなく500曲っていうね、同じ人が結構同じ曲頼むリピートしていただく方もいらっしゃるから、じゃあこれまでのパーソナルミュージックの旅、続けてこられた理由って、続けられた理由、やっぱ音楽何でもそうだけど、好きなものとかをさずっと続けていくとさ、やっぱ辛い時とか、じゃ今日は音楽したくないなっていう日も絶対あるわけよ。けどだからその楽曲をね、手渡し、本当に手渡しみたいな感じで渡すんですけど、その時にもう本当にいい曲ですとか、私の人生観変わりましたとか、時にはね、その亡くなった方がいらっしゃって、その方の思い出の楽曲を作ってほしいですとか、その方を感じられるような楽曲を作ってほしいですって言われる時に、もちろん俺が自分自身がそのね、亡くなった方とか見れるわけではないから、本当に想像の中で、話を聞いた中で作っていくんだけど、楽曲を渡したら本当にそばに感じれましたとか、やっぱそういった一生懸命作ったものがね、まっすぐ届いた時、その一人一人の言葉一つ一つが、じゃあ次の楽曲作ろう、それを渡します、また循環してくるで、本当なんかいいリズムでそこが巡ってて循環してて、それがやっぱやめられない理由だし、重い言い方すると、本当に使命みたいな感じになんか今なってるっていう感じ。いいっすね。翔平君常々言ってますもんね、使命って。そう、使命、重い言い方ですけど、本当にそうかなって俺は思ってるので、数は限られるじゃないですか。作れる数も本当にそう。この先翔平君が生きてる中で、何曲作れるか分かんない中でも、これを使命としてやっていってる。そうだから数えたんだけど、この前銭湯入ってて、だけど年間でじゃあ100曲作れたとしても、4000曲6000頑張って6000曲、1万にはやっぱ到達できないからこそ、ちょっと本当に一つ一つ一人一人としっかり向き合って、今後もやっていけたらなみたいな、そういった俺のコンティニュー、こうしてコンティニューできたとそしてコンティニューさせてもらってます。いや、ありがとうございます。
お一人目ちょっと行きたいと思うんですけど、はい、音羽の森、音羽の森、はい、ホテルですね。なんかそこでバーとかやられてる方にちょっと会いに行こうかなと思いいですね。ってます。ちょっとじゃあ道中なんですけど、次の質問はいはい、伺っていいですか？ぜひぜひ。初めての、達成感、レベルアップを感じた時っていつですか？達成感、リアルにその方から文章を置いて感想をいただくことは多いんだけど、めっちゃ良かったですとか、はい、一回ね動画で送ってもらったことがあって、そのリアクションの時、はい、でその方がめちゃめちゃ本当いい意味で泣き崩れていらっしゃって、もう泣きながらもう本当にありがとうございますみたいな感じで動画を送ってもらった時は、本当にやってよかったなというか、パーソナルミュージックでしか感じられない達成感があったなっていう感じだったっすね。もう本当に嬉しかった、本当それは達成感だったね、一つ。私こういう達成感をどんどん毎回毎回味わっていきたいなというか、それぐらいのものを 100% で出していけたらすげえいいなって思えた逸話でしたね。ちょっと俺も鳥肌立ちましたね。あ、本当。でもなかなかないじゃん。ないっすよ。いやマジで俺とかだったら、多分人生で経験することないんじゃないかなぐらいの。だよねだよねだよね。なかなかだから本当にそんな体験ないから、100% でね毎回毎回届けられたらいいなって本当思いますよね。いいですね。当然3の楽曲でも感動してくれる人もいますし、それとはまた全然やっぱ違うっすか？そうね、本当また別次元の話というか、両方やっぱり良くて、もちろん3はねたくさんの方々に聴いていただいて、たくさんの方が踊っていただいたりとか、ドライブで聴いていただいたりとか人生の一曲にね、してくれたらすげえ嬉しいんだけど、本当にパーソナルミュージックはまた別の嬉しさがあるので、いいですね。それがじゃあ最初のレベルアップ。レベルアップ。音羽の森。音羽の森ですね。はい、懐かしの。そうこれは初っすね。実はここ僕告白したところなんですよ。ここなんすか？そう。たまたまでこれからうちホテルとか経営するんですよみたいな話があって、どこですかみたいな。で音羽の森ってなって、なんかちょっと記憶にあるぞと思ってきて、見覚えありすぎて。俺もねちょっと外観よくあるじゃないですか。なんかでも見たことあんなみたいな。でしょ？いやそう。でまさかのその僕告白した。花束持って告白した場所だったっていう、チャペルだ。本当なんかいろんなご縁がね交わって今回面白いですね。行ってみますかじゃあ。はい、行ってみましょう。お願いします。こんにちは。どうもこんにちは。お願いします。こんにちは。よろしくお願いします。お願いします。改めまして翔平です。お願いします。カヨンです。カヨン君。どうもショーンです。カヨンです。お願いします。はい、ということで今回はパーソナルミュージック軽井沢編ということで第一ご依頼者ということで。カヨン君に出ていただいております。よろしくお願いします。このパーソナルミュージックもカウンセリングというかヒアリングから始めるんですけど、なんか今カヨン君の中でなんかどういったものを音楽にしたいなとか、なんとなくざっくり聞かせていただけたらすげえ嬉しい。そうですね。なんかこのパーソナルミュージックっていう取り組みを聞いた時に、なんかここの場所において。僕らはザ・ベースっていうブランドを実はやってるんですけれども、ベースに関わってくれてるメンバーたち、そしてこれからこのベースに関わってくれて軽井沢という舞台に立ってくれて、一緒に心躍る世界を作っていける仲間たちに向けた曲を作りたいと。軽井沢ってウェルネス気候って言われていて、降り立った瞬間からもう 1000m なわけだから、その 1000m っていうのが一つの臨界点にあって、人々の煩悩とか悲しみとか怒りとか、そういったものから少し離れた気圧標高なんですよね。なんか自分らしく入れたりとか、時間の流れが少しゆっくり、なぜこの今カイヨン君と一緒に仕事をしてるだったり、ご自身がじゃあバーテンダーという仕事を選ばれたかとか、そうチームの方々がそれぞれ選ばれた現在地に戻ってこれて、またさらにご自身の人生を取り戻して、よしまた今日もやるかみたいな気持ちになんか深くなれるような感じだったらいいですよね。そのなんか、ここまでの話だけでも十分めちゃくちゃ、いや本当よ、めっちゃ勉強になるし、こっちも。
本来曲を作るためのヒアリングなのになんか俺らそうこっちがねやっぱ感化されるんですよ。本当にありがとうございました。ありがとうございます。ありがとうございます。どうも。いやお疲れ様でした。お疲れ様でした。はい。本当なんか基本オンラインだったから、なんか本当にやっぱ対面だとしっかりその人の表情とか、なんか人生観とかが本当スーッと入ってきて、めっちゃ良かったっす。すごかったですね。いやすごかった。俺もやっぱ自分がこうそう作ってもらった時ぶりだったんで、あれもオンラインだったじゃないですか。いいつもこんな大変なことしてんだなと。全然大変、まあもちろんそのね、めっちゃ楽しいけど、やっぱりなんか向き合うエネルギーがそうですすごいかかるじゃないですか。でまたそれを曲にしていくみたいな。なんかすごいいい刺激をたくさんもらったんですけど。そうやっぱその疑似体験というかその方の人生に入り込んで、なんか自分がその体験してないけどなんか体験したような感覚にもなれるから、やっぱすごい勉強にはなるんだよね。人生観の勉強にもなるし、だからその辺はすごい本当にありがたい仕事かなと思いますね。まあちょっとそれに通じてじゃないですけど、次の質問、冒険をしてると楽なことばっかじゃないし、もちろん大変なこととかもいっぱいあったと思うんですけど、これまで一番しんどかったことってなんですか、このパーソナルミュージックをやってて。しんどかったこと、もちろんその、ボランティア活動ではないし、一応そのしっかり仕事としてやってるので、未払いとかはもちろんきつい。先ほどそのショーンが言ってくれたように、やっぱそのエネルギーをこんだけ使ってカウンセリングから制作みたいな、やっぱその本当に1ヶ月ぐらいかかる中で1曲作るのに費やしてる時間に換算するとね、本当に1週間ぐらいかもしれないけど、やっぱそれぐらいのエネルギーをこっちが使ったものを送って楽曲を送った時に、やっぱ既読無視とかがこれまであったりしたんですよ。実際にね、いまだにその未払いの方もいらっしゃるし、やっぱそういうのはすごい、もちろんお金がいただけなかった痛さもあるけど、やっぱ心が痛い。こんだけ向き合って、話をあそこまでディープに話すわけじゃないですか。そう向こう側もその信じてくれて、こんだけ話してくれたのに、なんで連絡入ってこないんだろうみたいな悲しさはやっぱりあったっすね。確かにね、対人で僕も不動産の仕事とかしてましたけど、この最後お金をいただかなきゃいけないとか、ここまで築いてきた信頼をやっぱりね、なんか安くしたいとか当然あるじゃないですか。家を選ぶにしても、曲を今回作ってもらうにしても、そういうなんか人付き合いでの上の厳しさみたいなのが、なおさらやっぱこっちが感情を入れ込んでる分出てくる。そのギャップがきつい時はあるね。で今その定額制じゃなくて、そのドネーションという形でやってて、だから本当にその受け取った方が自由に価値を決めてくださいっていう、感じた価値をいただきますというか、そういう方式でやってるからこそ、なんか気持ちを送って気持ちで帰ってこなかった時の辛さみたいなのはすごいありますね。ダメージはでかいけど、もちろんそれ以上に返してくださる方もいらっしゃるし、本当いろんな方がいらっしゃって今の自分があるから、楽曲を作らせていただいただけでも本当はね、本来僕の目的としては達成されてるから全然いいんだけどみたいな。なのでこう活動を続ける上ではそうなんですよ。続けていくためにも資金も必要だし、当然ね、対価として受け取ってやっぱり成立するものだと思うから、今後はどうなんですかね。どういう形、引き続きこのドネーション制みたいな感じでは。そうですね、やっぱやれるとこまでは引き続きドネーションでやりたいし、もちろんそのお金の価値とか音楽の価値それぞれみんな違う中で、やっぱその音楽の形というものをやっぱ変えていきたい自分もいるから、ってなるとドネーション制が面白いというか、翔平君がやろうとしてるこのなんだろう、新しい音楽のあり方の一つを探っていく上では、なんか痛い部分もあるけど、なんか重要なパーツの一つというか、得ることがやっぱり多いから、深刻に考えすぎずにやっていければいいかなっていう。これがじゃあ翔平君、パーソナルミュージックのダメージログです。うめえ。今沢村のねバーガーをたしなんでる。ダブルで、しかもダブルでめっちゃうまい。ごめんなさい、食事中なんですけど、次の質問を聞きたいと思う。ここで、これまでパーソナルミュージック、いろんな方とのつながりあったり、いろんな方いらっしゃると思うんですけど、今まで
をやってくる上で、まあ、大切な仲間だったりどんな方がいるのかなと思って。その時系列で話させてもらうと、やっぱ最初ってパーソナルミュージックを始めるって結構特殊なことだと思ってて、もちろん自己表現ではあるんだけど、じゃあ対人がいて人の人生があって自分で楽曲を作ってそれをお渡しするっていうプロジェクトだから、やっぱ最初はそれをなんていうか発表するというかローンチする時めっちゃやっぱなんだろうな、不安があったのよ、これってやっていいのかとか、新たな試みすぎて、だから不安だったけど、その勇気持ってストーリーズに、あなただけの楽曲を僕が書くとしたら、どんな楽曲が欲しいですかみたいなことをストーリーズに最初投げたんだよね、ポンって。その時に一番最初に返ってきた、言葉というか、人がいて、その言葉がめちゃめちゃパーソナルミュージックは翔平に合ってると思うから絶対いいと思うよっていう言葉を返ってきたんだけど、それが一番めっちゃ敬愛するアーティストのケミストリーの川端さん。そう本当兄貴みたいな感じで、ね、ずっといつも慕って、中学校の時からやっぱ好きなアーティストだし、やっぱ本当そういう僕のルーツの人にそういった自信を持つ言葉を投げかけてもらったのが最初のスタートダッシュを切る上ですげえ大事な言葉だったなっていうか、翔平に絶対合ってるからやった方がいいと思うよみたいな。何よりも嬉しいじゃん。そうですね。やっぱ新しいこと始める時って不安しかないじゃないですか。不安しかない。ワクワクもあるけど、やっぱこの何もないねトンネルというか暗闇の先にまあビジョンを思い浮かべて、どこまで行ったら正解かも分かんないし、けどそういう追い風になる言葉っていうのはたくさんいただいたよね。いやいいですね。それやっぱ仲間も本当不思議なことに。ショーにも楽曲作ってるけど、楽曲を作った方が今パーソナルミュージックの支えというか、スタッフしてくれたりとかディレクターしてくれたりとか、あとはそのパーソナルミュージックっていう企画を支えてくれるそのパートナーシップっていうのもあるんだけど、そういう人たちが入ってくれたりとかしてて、なんかみんなで作ってる感が今あるから、本当に一人だけの企画じゃなくなってるから。そうっすよね。本当おかげさまって言葉がぴったりだし、曲作ってもらった側としてなんだろう、すごく励まされたし。いやありがとう。もうそれは逆にやっぱり逆に翔平君もそのなんかこの活動を通して自分の力に変えてるっていうのが素敵だなって、なんかいい循環が生まれてる気がしますね。健全というか、本当にその人が本来あるべき形がもしかしたら作れるのかもしれないなっていうのはすごい思ってるね、このパーソナルミュージックの可能性というのは。それが翔平君にとっての、パーソナルミュージックを通して出会ってきた言葉だったり仲間。パーティーですね。パーティーです。パーティー今も継続中で、どんどんここから増えていけたらいいな、仲間を増やしながらこの先に進んでいけたらなっていう感じで。いいですね。いただきます。いただきます。よしよし。次がここっすね。お、着きました。お二組目。そうっす。メゾンママニエさん。アパレルショップで。いやめっちゃおしゃれですね。わあすげえ。こんにちは。こんにちは。あ、お世話になります。よろしくお願いします。改めまして。ありがとうございます。上村と申します。島田です。お願いします。よろしくお願いします。お願いします。ということで今日よろしくお願いします。ありがとうございます。お願いします。なんかもし今島田さんの中でこのパーソナルミュージックを作るとしたら、なんかどのようなテーマがあったりとかしますか？こういう楽曲欲しいなとか。自分に向けた方がイメージはちょっと湧くかなと思っていて、なんか僕自身が軽井沢出身で本当にここ徒歩圏内が実家なんです。でもともと幼少期からやっぱ洋服が好きだったので、いつか自分のお店やりたいなってこうずっと思っていたんですけど、そのコロナのタイミングで地元でちょっとお店を始めるっていう機会をいただいて。ああ、そうだったんですね。その軽井沢の人たちってさ、やっぱ軽井沢のことをめっちゃ大好きだし、軽井沢の人たちのために何かやるっていう思いめっちゃ強くないですか？そうかもしれないですね。この地をもっと良くしないと。地元愛はあるからそこにまた手を加えていく。
この楽曲、届いた時にどんな瞬間に聴きたいなとか、そういうシチュエーション、どんなシチュエーションで聴きたいな、例えばどういった使い方したいとかあったりしますか？迷ってる時とかに聞きたいかもしれないですね。どちらかというとやっぱチャレンジするっていう瞬間、ゴーって言ってすぐ行けることもあるんですけど、これ大丈夫かなとか、不安になる時間もやっぱ多かったりするし、やっぱ自分で店をやる前までは経営者って孤独だよみたいな話を聞いてたんですけど、なんかすごい分かるなっていう。いや自分やっぱこういうことを目指したい、自分はこういうことやりたいんだよなって思い出して、また頑張れるみたいな、背中を押してくれる曲になったんですね。そういう人に囲まれていると自分もなんか頑張れるというか、なんかお話ししてるとすんげえいいエネルギーが浮かんでくるんですよ。癒されたもんね。もう本当に軽井沢そのもののような。本当に全然軽井沢そのもの。軽井沢のイメージがもうすごい。いや本当にありがとうございました。本当にありがとうございました。次が最後ラスト。はい。ちょっと感慨深いですね。本当やっぱいろんな方の人生がこうやって軽井沢で聞けて、すごい楽しい経験ができてて。着きました？こちら。ここです。はい。582っていうバー、水餃子とお酒の店。気になる。ちょっと食べたいですね。もはや。ちょっとじゃあ早速伺いましょう。行きましょうか。失礼します。失礼します。お願いします。お願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。今日はありがとうございます。ありがとうございます。本日はパーソナルミュージック作らせていただきたいと思います。よろしくお願いします。お願いします。川島さんのご紹介で。そうね、川島さんね。でも今回ね、全部組んでくださってというか、川島さんのご縁でたくさんねご紹介していただいて。こう客観的に見られた自分の曲ってなんかすごい気になるんで、なんかいろいろ僕も話すと長いいろんなストーリーがあるので、それがこう一個の曲になってどうなるんだろうっていうのはそう興味はあります。なんかどんな時に聴きたいとかあったりします？初心にこう戻りたいための曲なのかとか、自分ってどういう人間だったっけとか、そういう時に聴いたりとか、一番こうなんかやっぱ初心に帰ることが何かしらでこうなんかやっぱ大切になってくるかな。何が初心だったりするんですか？自分の考え方がこう割とこう180度変わったというか、すごいいい方向に導いてくれたのがやっぱそのアメリカだったので、そこでこうやっぱ体験したこととか思ったこととかっていうのは常日頃こう忘れないようにしていきたいなと思ってて、アイディアがなんかあんま降りてこない時とか、なんかこれをすると降りてきやすいみたいな。行き詰まったから何かをするんじゃなくて、どっかに行くことが多いかもしれないですね。その軽井沢ちょっと出てちょっとリフレッシュ、常にこう、刺激を自分に与え続ける、インプットしに行くというか、初心を得た時の達平さんから今の達平さんに何か伝えるとしたらどんなことを伝えたいとかありますか？今の自分を信じて進んでほしいみたいな感じですけど、ちょっとこんな感じで、楽曲をしっかり作らせてもらって、聴いた時に初心に戻って、いつでも頑張っていけるような、そういった楽曲が作れればなと思いますので、楽しみにお待ちいただければと思います。楽しみにしてます。今日はありがとうございました。ありがとうございました。またお店に普通に飲みに行きます。ぜひ。お疲れでした。お疲れでした。改めまして本当に朝から本当にね、朝からね、久々の軽井沢もあって本当になんかずっと気持ちいいし、なんか会う人のエネルギーもすごかったですね。すごかった。みんなやっぱポジティブだし、なんか地元思いの人がやっぱ多くて、なんか本当その辺を感化されたよね。なんか俺らもその東京にいながらも、なんていうかな、その身の回りの人たちとか友達とかも含めて仲間も含めてみんなでなんか上がっていきたいみたいな、そういうすごいいいエネルギーもらえたから。また頑張っていきましょう、一緒に。頑張りましょう。ちょっとじゃあここでまた次の質問なんですけど、こうパーソナルミュージック続けていく中、歌手活動とかとしてもそうなんですけど、翔平君が思う一番の
自分の武器って何ですか？武器ね、その音楽やってるからもともとやっぱその歌を目指してたっていうところもあって、もちろん歌に関しては僭越ながらその、誰にも負けないような気持ちというか自分が一番みたいな気持ちでももちろんやってるし、でもその中でやっぱそのパーソナルミュージック始めて、やっぱそのさっき話したかな、テレハウス住んでた時とかも、いろんな人の話聞くようになったりとか、なんかそういった人の話を聞くこととか、対話すること、ディスカッションしたりして何か一つのことを見出していくみたいなところも武器だと思うので、いや、マジそうっすね。やっぱ今日翔平君の歌声ってなんか、やっぱ友達も結構ライブ連れてかせてもらうじゃないですか。ありがとう、マジいつも。で翔平君の曲あんま聞いたことない子もやっぱ歌声マジやばいというか、歌唱力やばいな。マジそれはもう本当に前から思ありがとうございますってましたし、一つの武器というか魅力の一つだと思うんですけど、今日改めてやっぱりこの傾聴力と質問力なんか多分その依頼者の方も多分自分ではなんか考えてなかったところまでなんかぐいぐい深掘りしてくれるから、本当にそこは翔平君の武器だなって嬉しい。だからやっぱその親身に、誰よりも親身になりたいなって思うし、なんかそういったところで心と心で会話したいなって思ってるから、武器として認めていきたいなってこれからも思います。パーソナルミュージックやる上で多分一番重要な本当にそうだね、ものだと思うんで、それがじゃあ翔平君のメインウェポン。メインウェポンですね。歌といいですね。傾聴力なのかもしれないです。マジ俺も今後このナインクエスト続けていくにあたってマジで勉強させてもらいました。いや、ありがとうございます。こちらこそですよ。やっぱ相手を知ろうとすることからいや本当に質問って生まれてくるし、どんだけ興味を持つかとかね、探っていくみたいな超勉強になりました。こちらこそです。ありがとうございます。ちょっとそんな武器をちょっと癒してもいいですか？癒しに行きましょう。温泉で。ありがとうございます。いたわりましょう。足しげく僕らが通ったこのトンボの湯で。懐かしのね、本当。何年ぶりですか？2人で行くのはマジだけどテラスハウスぶりだからもう8年ぶりですよ。10年前みたいな。下手したら行きましょうか。行こうか。お疲れ様でした。お疲れ様でした。いや、どうだった？その3名様ね、その連続ですることなんてないけど、あんまり実際どうでした？いや、俺もしてもらったじゃないですか、オンラインで。また全然違うなというか、三者三様だし、そうだったよね。やっぱそれぞれの思いみたいなのがすごいポジティブなエネルギーだけど、やっぱりなんか人のエネルギー、人の人生をあんだけ聞かせてもらうってすごい力強いことだし、やっぱりその分こっちもエネルギー取られる。いや本当にそう、もうすごいこのエネルギーとエネルギーのぶつかり合いみたいなね。でこの後に楽曲の制作もあって、そうですね。っていうのをもう500曲近く作ってるじゃないですか。やばいよね。やりすぎだよ。やりすぎかもしれないですね。でもやっぱ楽しいからね、やってるんだと思うし、だからやり続けたいとも思うし、本当にこれしかないなというか、これパーソナルミュージックを本当死ぬまでっていうかね、一生やっていきたいなっていう気持ちではありますね。いいですね、ずっと。これしかないなっていうふうに今思うってことですね。思う、本当にこれしかないなというか。そこでちょっと次の質問なんですけど、ゲームとかで例えばジョブチェンジとかあるじゃないですか。ありますね。例えばじゃあこの音楽家、パーソナルミュージックとしての上村翔平じゃなかったとしたら、どんな道を歩んでたかとか、どんな道他に興味あったかとかあります？昔。だからそのもしもその歌手というか音楽家じゃなかったら何をしてたかって話ね。そう。いや、なんかもともといいっすか。ありがとうございます。気が利かずにすみません。お疲れ様です。最高やん、軽井沢エルとかも。ありがとうございました。じゃあ乾杯。乾杯乾杯。お疲れ様です。お疲れ様です。ありがとうございました。おいしい。でクエストっすよね。そうですね。別の道があったとしたら、僕その実際ね、その熊本にいる時に歌手
になれるってやっぱ思ってなくて、やっぱそういった文化がなかったので、その熊本自体も、もちろんライブハウスとかあったと思うけど、ライブハウスとか行ったこともなかったし、熊本にいながらだとやっぱりね、歌手っていう道は難しいなと思ってたからこそ上京したし、だから中学校とか高校の時はやっぱ夢を隠してたんですよね。なんか夢を持つこと自体がやっぱちょっとマイノリティ寄りだったんで、なんか夢とかをやっぱりバーって言えない。それはなんですか、九州男児的な感じなの？いや、そんなこと言ってるやつが多分一人もいなかった。いや、俺歌手になるとか、俺お笑い芸人になるとか、その芸能界に行くとか、そういう結構遠い世界、遠すぎる、もう本当別次元の話、宇宙に行くぐらいの話だったと思うので、その中で僕はあんまり人にそれを言えなかったんで、ずっと野球したりとか、大学でも一緒にサークルとかで遊んだりとかしてたんですけど、中学校3年生ぐらいかな、歌手にはなれないと思った時に、じゃあ何をしようかなと思った時に、学校の先生になりたいなと思って、前言ってましたね。だよね、そうそう、学校の先生になりたいなと思って、で、科目とかはね、ちょっと英語とか好きだったから英語の先生とか、社会科の先生とかなれたらいいなとか思って、だからもしかしたら先生なってたかもなみたいな、教育学部とか通ったか分かんないけど、そこまで頭は良くないですけど、先生かな、想像できる。本当、上村先生ちょっとやってみたかったっすね。でも結局その夢叶ってる気もするんですよね。だから、こうやってパーソナルミュージックしてる、一人一人に楽曲作ることとかも、もしかしたらちょっとした先生みたいなことかもしれないし、そうですね。ライブとかで大勢の前で、皆さんの前で歌わせてもらったり、MC とかもするんで、それももしかしたらね、先生かもしれないから、熱くなること、頑張ることとかはすごいやっぱちょいとのライブ見てると伝わってくるし、確かにそういった意味では、そっちの道も実は叶えちゃってるのかもしれない。全部叶ってない？意外と。俺でもそうでもないですよ。本当？俺は、子供の頃は俳優とか、ハリウッド映画出たいなみたいな思ってたんですよ。でその後、その同時期かな、動物園の飼育員と大工さんに憧れてたんですよ。へえ。どれもやってないなと思って。大工さんはちょっとやったんですけど、仕事で。でもあと俳優もちょっとやったでしょ。家とかでさ、あれしないの？日曜大工というかさ、 DIY みたいな。あんまやんないですけど、親父の手伝いとかでちっちゃい頃やってましたね。将来的にはそう庭先とかでじゃあ釣りやりたいなみたいな。もう叶うってことだよね、それ。確かに。まだ全然夢の途中なんで。将来こうちょっとしたコミュニティじゃないけど、ふれあい動物園とかね。叶うじゃん。子供向けのとかやっても全部叶うじゃん。これが俺らのアナザールズ。いや昨日から一昨日から3日間。3日間もう最高。ありがとうございます。今日晴れてね、もう最高だもん。一番晴れましたね。一番晴れた。なんかやっぱ昨日もね、一日カウンセリングとかさせてもらって、やっぱもちろん疲労もあったけど、やっぱこの軽井沢の空気、朝起きてブワーって開けて鳥の声浴びて、もう最高。トンボの湯と。トンボの湯も良かったね。マジ良かった。気持ちよかった。昨日までいろいろ聞かせてもらったんですけど、今パーソナルミュージックの現在位置、翔平君の人生におけるこの現在位置みたいなものを聞きたいなと思うんですけど。今ね、そのメジャーデビューとかして上京してさ、やっぱ夢とか自分の中ではちょっと叶えてこれたかなっていう、でももちろんその夢の中でも叶わなかったこととかもあるし、でも叶わなかったこととかはやっぱどうしてもその自分の承認欲求とか、なんかそういうところから出てしまったもの、もちろんいいんだけど、それで夢叶えていく、あれにはなるからさ、バネにはなるからさ、めちゃめちゃいいんだけど、なんかそれよりももっと本質的な、なんかパーソナルミュージックで1対1の音楽を通して生まれる新しい文化、音楽文化みたいなものをこれから作っていく、その経過途中みたいな。
のが今の現在地かもしれないですね。めっちゃかっこいいこと言うと。いやめちゃくちゃかっこいいですやっぱねこれまでの質問を通して、ね、今までの葛藤だったりいろんな話聞いてきましたけど、やっぱこのアーティストとしての上村翔平の一段落というか、そうだね、一つゴールを迎えて、自己表現とのゴールを迎えて、これからはこのパーソナルミュージックを通して音楽の新しい文化を築いていく途中、なんか音楽を通してもっと人にできることないかとか、音楽を通して人との縁を深めれないかとか、逆にその音楽への恩返しでもあるし、なんかそういったものをこれからは軸に据えて、今回もそうじゃん、そのショーンと音楽作りできたというか、そうですね。やっぱりそういったものをやっていけたらな。ね、僕も表にいない間とかも、やっぱ翔平君がライブに誘ってくれて、音楽を通してこう、やっぱりつなぎ止めてくれたから、やっぱこの縁も続いてると思うし、それ以外でもね、一緒にサウナ行ったりとか、そう。やっぱこの音楽も一つこう人と人をつなぐ、なんか新しい手紙じゃないけど、疎遠な人に送るパーソナルミュージック、そんな未来がなんかあんのかなと思うとすげえワクワクします。なんか本当いろんな人がパーソナルミュージックに触れて、いろんな人がパーソナルミュージシャンとして活動してくれるような未来が来ればいいなと思ってるから、まあ今はね翔平君作れる曲とかも限りあるけど、パーソナルミュージシャン増えて、新しい文化としてのパーソナルミュージックが広がるのめっちゃ楽しみですね。じゃそれが今の翔平君のセーブポイント。セーブポイント。クエストか、これもクエストでした。おーいしょ。オッケー。いや本当ありがとうございます。こちらこそマジでよかったわ。最後この昨日か、この旅をスタートしたこの地で、最後の質問していいですか。最後ラストクエスト、ラストクエストでもあり、翔平君の次のステップというかネクストクエストについてちょっと。ネクストクエスト、今後の展望ですかね。なんかやっぱそのパーソナルミュージックを今個人でお一人の方に作るってことをずっとやってきて、ここからはその団体化とか、パーソナルミュージシャンを増やしながらなんていうか文化を作っていけたらなと思ってて、で本当リアルに今ウェディング業界とか、医療介護とか、なんかその辺の人たちと一緒にパーソナルミュージックやっていきましょうみたいな話とかも現実的に進んできてるから、なんかその辺を着々と今年は進めて、で来年再来年、3年後にはパーソナルミュージックってものがみんな知ってるって私も自分の曲持ってるよみたいな、なんかそういった世界を作っていけたらなと。いいですね。今後もパーソナルミュージックとお付き合いさせていって、MC とかね、広げていけるお手伝いをよろしくお願いします。させていただきたいので本当にありがとうございました。ありがとうございます。じゃあちょっとまた東京でもね、また軽井沢にも一緒に遊びに行きましょうよ。ぜひYouTube ご覧の皆さんもパーソナルミュージック、私の曲欲しいなとか、私というようなあなたですね、あなた自身の曲が欲しいなって方がいたら、ぜひショーンにアクセスしていただけたら、なんか動画の概要欄にパーソナルミュージックの問い合わせ公式 LINE とか貼っておくので、貼っていただけたらありがとうございます。大切な人に送る曲でも、ぜひ自分のための曲でもね、僕も作ってもらいましたけど、マジで宝物になります。ありがとうございます。じゃあ改めて今回はありがとうございました。ありがとうございました。第1回、これからもクエスト頑張ってください。ありがとうございます。冒険を応援してます。じゃあ僕は次のクエストがあるんで、こちらでお別れです。次のじゃあ面に行くってことですね。次のステージに。わかりました。お願いします。じゃあお見送りで。じゃあハッピークエストで。ありがとうございます。ハッピークエスト。ハッピークエストを祈ります。翔平君のクエストもね。ちょっとクエストを説明させていただきます。じゃあ。帰りたくなさそう。全然帰る。お疲れです。ありがとう。ありがとうございました。Thank you Quest。Thank you Quest。ということで昨日から、2日間にわたり翔平君のパーソナルミュージックのお手伝いをさせていただいて、翔平君の冒険談を聞かせてもらいました。やっぱりね、どんな仕事も辛い時もあれば楽しい時もあって、でこの先に待つね、なんか明るい未来みたいなののために頑張ってんのかなみたいな、ね、そんな綺麗事は置いといて、翔平君もそうだけど、パーソナルミュージックを通してこう出会っていった人々一人一人のなんか人生を知れるこのパーソナルミュージック、すごい大変なことでした。正直手伝ってエネルギーめちゃくちゃ使うし、それを通して
俺も曲をもらって分かるけど、すげえ素敵な経験になるなと思ったんで、この意義のある翔平くんのパーソナルミュージック手伝えて本当に良かったです。世の中にはいろんな仕事があっていろんな人生があると思うんで、次はねどんな冒険が待ってるのか楽しみです。それでは次のクエストでお会いしましょう。じゃあね。ありがとうございます。ありがとうございます。いや今日はありがとうございました。ありがとうございます。朝早く川島さんと翔平くんです。今回の旅の立役者というか。本当ですよね。全部ご用意していただいて。そうなんですよ。僕が昔不動産やってた頃にお客さんで知り合ったんですけど、もう年下だけどめちゃくちゃ頑張ってる、パーソナルトレーナー経営者の方で、軽井沢にジムを出すっていうお話も聞いてて、で最近になってまた去年ぐらいから食事行ったりとかしてて、そう多分なんか僕が東京にお店出すタイミングかなんかでたまたま連絡取り合って、そこからねまたちょっとご縁あって。本当に今回の旅は川島さんなくしてありえなかったんで、マジでね、改めてありがとうございます。本当にせっかくなんで、もしよかったら2階にジムあって、いいですか？ちょっとじゃあお邪魔させてもらいます。ありがとうございます。ここ一番メインのお部屋で、セミパーソナルって言って、最大3名から4名ぐらいでやるレッスンの会場なんですけど、いいっすね。こんな感じで広々と、あんまり器具置いてないんですけど、ゆったり運動みんなでしてます。代官山とテイストめっちゃ似てますね。そう同じ感じで、全部ドイツ製の木のマシンのブランドなんですけど、この器具って何でしょう？これローイング引く器具マシンで、ボートみたいな。そうです。足かけて蹴りながら腕で引くんですけど、水で動くんで負荷が思いっきり引けば負荷が強いようなマシンで。やってみます。やってみましょうか。運動不足なんですけど不安はあるんですけど、ちょっと競争しますか？じゃあ大体何秒のがワンセットぐらいですか？3、40秒ぐらいで、思いっきり引いて、思いっきり20秒ぐらい、それで回数多く引けた方の勝ちみたいな、いいですね。感じでいいんじゃないですかね。やってみますか。そうこれ足掛けて、蹴ると同時にみぞおちあたりにバーを引く感じで、せーの、そう強く、あとじゃあ10秒。やばい、取り返さねば。オッケー。負けたー。最初の息合ってて競争みたいになってたの。コースアウトしちゃって。そうこんな感じで全身使うんで、結構息上がりますね。マジでこの20秒でめっちゃやったくなります。もうありがとうございます。ありがとうございました。島田さんもタッペイさんもめちゃくちゃ素敵な方で、なんかちょっとアーティスティックな感じでね。軽井沢って、2人出身ですけど、カイオン君とかも、カイオン君もつながってるんですよ。一応今回翔平君がカイオン君つながってて、インタビューさせてもらったんですけど、皆さんなんかお知り合いっていうので、カイオン君が僕のいとことなんかめっちゃ仲良くて、一緒に社交ダンス子供の頃からやってて、社交ダンスね。なんかいろんな本当に縁と街の持つエネルギーというか、この人の持つエネルギーにすごい触れれる5日間でした。よかったです。そうまた飲みに来ようって言ってぜひいろいろ案内できたら嬉しいんで。タッペイさんも島田さんもまた飲みましょう。ちょっとまた僕のこの9クエスト今ちょっと始まったばかりなんですけど、また軽井沢に来て川島さんとかぜひインタビューさせていただきたいな。ありがとうございます。ぜひよろしくお願いします。はい、お願いします。本当にじゃあ今回ありがとうございました。ありがとうございました。よかったです。楽しんでくれて。